皆さん、こんばんは。本日は刑務所の夕食を再現したいと思います。今日も米7、麦3の爆シャリです。今日も美味しく炊けました。おかずを作ります。まずは味噌汁です。今日は大根と油揚げの味噌汁を作ります。かつらむき難しいですね。だいぶ細くなりました。どう切ったらいいのか一瞬わからなくなりました。次はキャベツのチョレギ風というのを作ります。チョレギではなくてチョレギ風です。キャベツを切ります。大きさは適当です。枝豆も入れます。次は玉ねぎをみじん切りにします。味噌汁です。刑務所の味噌汁はものすごく薄味です。キャベツを茹でます。枝豆も一緒に茹でます。茹で時間は適当です。塩です。おばあちゃんの粉です。ごま油です。温かいうちに混ぜましょう。最後に刻み海苔を混ぜて完成です。マルシンハンバーグ美味しいですよね。ハンバーグはレンチンです。ハンバーグのソースを作ります。ケチャップです。中濃ソースです。水で伸ばします。いずれも目分量です。ソースが煮立ったら先ほど刻んだ玉ねぎを入れてさらに煮込みます。ソースが煮詰まったら完成です。盛り付けましょう。最後にベビーチーズを添えて
完成です。美味しそうですね。味噌汁をよそいます。はいとー。姿勢を正していただきます。ハンバーグはよく出ます。デミグラスソース、照り焼きソース、おろしソース、いろいろバリエーションがありますが、私はこの玉ねぎのやつが好きでした。チョレギ風も美味しいです。何このお菓子自分で購入してあえて食って買った？いや、選んで買ってるわけじゃないですけど、受刑者に無事故で半年経つと、三類っていうランクに配置されるんですよ、なるんですよ。で、なくと、月1回、自分の金でお菓子買えるんですよ。500円分のセットになってる。うちの工場、刑務所はそうですね。1、2、3類菓子、セットの内容何々って合計500円なってるんですよ。でそれで、シルクサンドが入ってることがたまにある。何類から上がってるの？最初は類ついてねえんですよ。無事故で半年経つと、あなたは3類に指定されましたって3類になるんですよ。そこから、また半年後とかに、会社で言えば昇給のシーズン。4月から9月まで4、5、6、7、8、9。6ヶ月で10月に告知されて、で、10月から3月までの生活の態度とかで、で、4月に告知されるっていうのが、基本パターンなんですけど。一輪が最高だと、買えるものとかが、全然違ってくるんだよ。でも全然つったって、いや、すごいっしょ。全然つったって、カップラーメンも買えるんですよ。全然つったって。普通に考えたら全然とは違うよね。どっちも目くそ鼻くそレベルですね。どんぐりの背比べだよね。そう、刑務所ですから。2類になれば月2回なんですよ。で、その500円のお菓子セットプラス、もう1回、飲み物付きのお菓子セット、また別の中身なんです。それが買えて、1類になると、カップラーメンとか、カントリーバームが結構高価なお菓子、1000円分だったかな。月2回。だから、毎週買えるんですよ、お菓子1類になって。何の金で買えるの？自分で持ってきたやつ、自分で刑務所さ持ち込んだやつは、刑務所側で管理するんですけど、そういうのは領地金つって、そこから金ある人はそこから買うし、作業報奨金出るじゃないですか。俺らの給料ですよ。それで買う人もいいです。だってその給料なんか時給7円とかだべよ。いや、一類ではなってる人なんかはもう、だいたい時給50円とか60円とかなって、多い人だと結構給料の差って工場によって違うんですけど、8000円から1万円ぐらいもらってる人とか月。ああ、月な？はい。50円で8000円、50円で1万円もらうってことは250時間働かねえじゃん。でも、刑務所の給料の査定の仕方って、例えば基本給があるんですよね。10等項から1等項までで、1等項が例えば50円ぐらいだと思うんですけど、一番上で時給。それに、付けってあるんですよ。要は評価ですね。それが加算されて、例えば、基本給が5000円で、付け8とかってあるんです。ってなると、1.8倍になる。で、付け3だったら1.3倍みたいな感じになってくるんで。100円未満ぐらいもらえるわけだ。そうですね。75円とか。だから、一番給料高いのが、うちの50年だから、飯ってくる水上っていうのなんですけど、2万なら2万5千近くもらってる人もいましたけど。1ヶ月だね、その金額ってあれだよね。物価の上昇差全然連動してねえから、多分昭和20年ぐらいの企画をそのまま採用してるよね。ただ、刑務所の中での1万円って多分、ただで10万とかの価値あったと思うんですよ。だから金持って入ってきてる人は、ちょっと無駄に使ってましたね。やっぱりそういう人たちなんだなって。なんでこんなので買うのみたいな感じですか。最初に、例えば、100万ぐらい持ってきたったら、その100万は使えるわけだ。
使います。もう類が上がれば、ん買えるものもだんだんいいくなっていく。例えば CD プレイヤーとか買える。今時 CD プレイヤーって買えんな。買えます。CD も買えるし。電卓買えますね。これ置き時計、うん。鏡。まあ3類ってまあ一般人なんですけど、2類が売りと。ちょっといい。で、1類がとてもいいなんですけど、2類以上になると、もうボディーソープ買えるんですよ。うん。あと、洗顔フォーム買えるんですよ。それではあれだ。ただの石鹸石だ。鹸だけです。体の。でも石鹸で洗うと要は、排水口詰まるよね。まあ、夜、風掃除をしてる内装工ってあるんですけど、そいつら、やっぱ全部上げて、配管とか掃除するらしいですけども、ヘドロだって言ってましたよ。あ石鹸カスで。あ。だよね。石鹸使ってる家の配管はもう詰まってダメだってもんねや。まあ、シャンプーは誰でも使えるんですけど、自分で買えば。買わなきゃダメなんですけど。だから、ストイックに、ずーっともう5、6年石鹸で、石鹸1個で過ごしてる人いますけど、なぜかみんなシャンプーなんです。あで、2類以上になれば、体洗うナイロンのガサガサあれも買えるし、あ。ネド何で洗うの？タオルです。あ、タオルは配られるんだ。タオルは自分で買うが、刑務所から環境品として支給されるやつなんで。ああ、月1でな。いや、使えなくなるまで。あんだんか。はいだって使いか使えねえかの判断は誰がするの？で、ボロボロになってきたとかっつって、タオルが、うん限界なので交換願いますみたいな感じで申請すると。願いますな。願います。基本は願います。願いますで、出すと、親父が OK をして、係が、じゃあっつって、会議に支給する。どっかの会社で名前入ってるやつが、くっそペラッペラのタオル配られになっちゃう。そうそうそう。お歳暮じゃねえけど、あれな、あの系のタオルが配られるわけだ。だから俺は大体1ヶ月に1回ぐらいのペースで交換してました。厳しい工場だと本当にボロッボロになるまで、穴開くまで。使わせないで、これでまだ使えるってなって。使えた使えるがは、刑務官の親父のハンドなんで。使おうと思えば、なんぼボロボロなっても、使わんねえことはねえよね。結構、黒いタオルとか、売ってねえやつまで使ってる人たちって、企画が刑務所内の企画に合致して、差し入れしてもらったやつなんですよ。はいはい。で、刑務所内で買えるやつ、多分、今どの刑務所同じじゃないですかね。黄色、ピンク、青、この3種類なんですよ。何でこの色なのかわかんないんですけど。せっかくですので、刑務所のおやつ事情について少しお話ししたいと思います。先ほどの話であった一定以上のランクになると購入できるおやつの他に、全受刑者に支給される特別食または祝日祭というものがあります。これは祝日祭の名の通り、祝日に支給されるお菓子のことです。どこの刑務所も同じだと思いますが、祝日の昼食時に食事と一緒に支給され、食べる時間は昼食後で、食べきるリミットは刑務所によって違いますが、大体は当日の夕食までか当日の就寝時までとなっていると思います。そして食べた後のゴミは必ず回収されます。まだ残っていようが強制的に回収されます。ゴミだけ出して中身を隠し持っていたりすると大変です。調査・懲罰の対象となる重罪です。ルールを理解しておらず、たまたま祝日が土曜日で、残りは翌日の日曜日に食べようと取っておいた人が、翌朝には強制的に回収されてしまい、泣きそうになっていました。おっさんがお菓子一つで心を揺さぶられる凄まじい世界です。どのようなお菓子が支給されるかというと、ほぼ袋売りのお菓子です。キャラメルコーン、ポテコ、投げはやたら東発産の商品が多かったような気がします。チョコレートなども袋入りでした。たまに海外製の
よくわからないけど、やたら甘くて量の多いお菓子も出ました。あれはあれでビューでした。お正月にも全受刑者にお菓子が支給されます。お正月のお菓子は数種類を一気に支給されるので、みんな発狂気味でした。気分は大不幸です。また、お正月はみかんも支給されます。傷んでいるものがあったら交換するので、すぐ申し出るように、との告知が放送され、いい大人が目を皿のようにしてみかんをチェックするのです。傷んでいたら部屋にある放置機を押し、みかんが傷んでいるので交換願いますと申し出るわけですが、なんというか今思うと切ないです。でも当時は必死でした。3個のみかんを6日間かけて大事に食べました。最後に初めて自腹で購入したお菓子セットに入っていたキャベツ太郎の味は格別でした。泣きそうになりました。茨城県の加藤さん、ありがとうございました。かば焼き三太郎も美味しかったです。背を正していただきました。からさげー。